しゃー、捕まりましたよ。飲みましょう。よっしゃー。いやー、最近どうすか？最近ね、編集からの LINE に怯えてますね。ああ締め切りが変わって、はい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 。本当にもう LINE の音を聞いたら、はい、一旦無視をするっていうあのね、それはわかるそれはわかる。既読つけずに、あ、なんか来たけど、まあちょっと今いいやそれはわかるいや、僕は正直ね、そんな、なんか早くみたいな、そういうのが他の人が来る感じの環境ではないんで、あれですけども、まあ言うてもでもそろそろ取り掛かった方がいい雰囲気だなっていう、そういう感じになるんで、まあそうなんですけどみたいなまあ制作あるあるですよね。本当に。なんか自分の場合はもともとがその長期シリーズで脱獄だとかっていうやつを作って、声がかかって漫画を作ってっていう、日常ロックとか作ってなんですけど、その日常ロック作りながら長期シリーズも作ってっていう時期とかは本当になんかわけわかんなくなるんですよ。なんかあれこれはなんか漫画の方にもう出してた設定だっけなみたいな、そういうやつ、ごちゃごちゃになっちゃう。締め切りがどっちがどっちだか分からなくなるときは、あれ今日までにあげないといけないのって漫画だったっけみたいなで詰めたらやっぱそういうことになる。特にやっぱシナリオ系だといろいろ設定それぞれあったりするから、そうなんですよ、そこがなんかごちゃってしたりするんですね。いやもう本当に分かんなくなりますね。メンバーが何をするのか予想しながら作るんで、なんか普通に多分漫画とかよりもやっぱ長期シリーズの方が難しいなっていう感じがするんです。なるほど。僕はやっぱ音楽なんで、なんかね、なんていうか僕はてかそもそもタイプとしてどうですか？自分のタイプってコツコツ作り上げるタイプですか？いやもう最後です。じゃあ全くまあ大体そうなんですけど、絶対そうです。これはね、コツコツ作れる人はやっぱ少ないんじゃないかなっていう、あんま僕の聞いた感じでもそういう人はいないというか、大体うんって悩み続けて、なんかちょっと出始めたらバッみたいな感じ。一回出ちゃえば早いんですよ。なんか僕も全く同じですよ。大体やっぱそうっすよね。そう、最初の一歩がやっぱ大変なんだよな。そうなんですよね。踏み出す気力が起きない時が、そうマジで踏み出せなくて。そうで、これもあんまりね年のせいにはしたくないですけど、年取るとやっぱ最初の一歩がねなかなか出てこないんですよね。重くなりますか？重くなりますね。なんかだんだん重くなって、いやなんかね、それはね、でもね、そのブランクのせいもあるんですよね。僕って大体、制作期間がまあ9月ぐらいからまあ始まってというか、まあ作り始めようかみたいな、なるんですけど、ライブがまあ始まって、大体やっぱ終わって、まあ言っちゃえば4月ぐらいから半年ぐらいはまあとりあえず一旦落ち着く機会なんですよ。その間になんか配信とかやっぱしたりするんですけど、そのブランクあるとあった分だけやっぱ最初の一歩がねまたね重くなるんですよ。めっちゃわかります。俺長期シリーズほぼ年1年2のペースだったのが、この前その夢シリーズっていう白チームラション明晰夢っていうシリーズが終わってから1年間ぐらい休んだんですよ。何もやらずに。マジで
最新作に着手一歩目が全然踏み出せないですよね。そう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 うわ、また悩む日々に戻るのかってそう正直ね、制作自体が嫌いなわけじゃないんですけど、やっぱねその大変さも分かってる分最初の一歩が踏み出せなくなるんですよね。そうそうで、今日はやめとくからみたいな、まあどうせ明日でも変わんねえやっていう瞬間、一旦飯食ってから考えようみたいなで飯食ったらもう眠くなるんでそうなっちゃうんですね。だからバリバリやっぱ制作してる人って、その隙がないんですよね、やっぱね。確かに、隙ない時の方がそうやっぱいいっちゃいい、絶対いいっちゃいいんですけど、それはそれでやっぱ大変だから、そうどのくらいで作るんですか？じゃあ9月にスタートして、はい本当にこれもだから分かるかと思うんですけど、曲によりますまあそうっすよね。そう曲によってはもう2ヶ月とかかかる場合もあるし、1日2日で全然できるパターンもあります。これはばっかしはだから一旦、とりあえず構想の段階で、出すんですよ。でまあ何小節か書いてって聞くわけですよ。聞いて、まあちょっと数時間経つと別に良くないなみたいな感じで、これもう置いとこうみたいなことをね最初の方繰り返すんですめっちゃ。だからそこをバッていけるような展開になれば割とねいいパターンが多いですね。なんでしょうね。よく漫画とかでも、なんか出来上がっているところまででいいんで一旦共有してくださいっていうパターンがあるんですけど、俺もなんかその大枠作って本話会にこうなんか客観的に見てるんで、なんか途中までとかないんですよね。なんかわかります。それも本当にわかる。いやー見せたくないって、そうまだ完成してないし、これボツになる可能性あるやつだから別に共有しても意味ないんだけどなと思いながら、いや本当わかりますね。わかります。だからこの状態で見せても多分全然よく聞こえないですよみたいなよく見えないですよみたいな話ですよね。マジですげえよくわかります。だから逆にめちゃくちゃ調子よくできて、調子乗ってやめとけばいいのに、多分これぐらいでできたから次もこのぐらいで多分できると思いますよって伝えると、なんか 2本目全然できなくてあれ結果的に前半巻いた分全部無駄になったぞみたいなまあしょうがないですね。やっぱその時々でやっぱ違うんですよ。でこれめっちゃわかんないですけど、音楽あるあるなんですけど、夜中のテンション、最近ね正直ねこれめっきりなくなっちゃったんですけど、夜中のテンションで聴いてる時にこれめっちゃいい曲できたわみたいな試合いけるぜみたいな感じでさすがに疲れてとりあえず寝て朝起きたら全然いい曲じゃないみたいななんだこれみたいな昔めっちゃよくありましたね。体力ある時やっぱ寝ずにとりあえず作るから、で寝て起きたらダメだこれみたいななんでこれいいと思ってたんだろうみたいな、もうほんとあるあるなんですよこれ。俺逆にもう夜中にもう夜に作り始めて、もう寝ないで朝に共有してそのまま寝るっていうやつが多いんですけど、それやらないと、昼間とかに完成すると、時間あるわけじゃないですか。見返すと絶対作り直したくなっちゃうんで、なるほどね、もうここで打ち切りだ、もう寝て一旦忘れようみたいな、もう締め切りもあるしみたいな、締め切りもあるしっていう妥協ラインをもう作るようにしました。まあしょうがないですね。だってそれはもう決まってるわけですから。まあ音楽もそうだったりしますけど、なんだかんだ自分なんか微妙だなと思ったやつに限って意外と人気だったりもするんでそうですね。なんていうかその結局理想を追い求めると果てがないというか、本当に終わりないですもんね。終わりがないので、どっかでバチッと締めて、そのなんでしょうかね、締め方というか、割とそれでその作品の良し悪しが決まったりも全然するんで、そういうことは往々にしてあるし、まあ自分の好き嫌いが割と作品にあんま関係ない時も全然あるんで、
俺この曲嫌いだけどなんか人気あんなみたいな締め切り間に合わなかったマジでやべえってなった瞬間あります。もう本当にこれは全然ありますよ。どのくらいのやつあったんです？その多分イベント決まってるわけじゃないですか。はい。例えばここで新曲出すって。はい。1ヶ月とか2ヶ月とか。はい、だからもうまあこれはなんていうんですか MSSP ないあるあるというか、僕とキックも正直似てるようなところもあるので、もう一番やばいのがゲネですとライブでゲネが始まりますと、本番想定の言っちゃえば、ゲネというか、そういうのじゃないですか、リハーサルじゃないですか。その時曲まだないです何をリハーサルするんですか一番ひどかったのはそれですね。本当ならその1ヶ月前ぐらいにバンドメンバーさんに共有してこういう曲やりますってなるわけじゃないですか。それどころか、本番1週間2週間前のゲネの時に、ないですと曲がまだできてないですみたいな。もう俺だけかもしれないですけど、もうそこまでなったら逆に冷静になりません？なんかもうじゃあそれでないですってなって迎えるわけじゃないですか。もうなんかそういうなんか例えば俺も撮影をこの時にやりますって言って、もう撮影の前日ぐらいにまだできてなかったんですよ全然。もうなんか焦りはもう一切なくて、ほなできてないできてねえならしょうがないじゃんってだゲネの時も受けますよ。だからゲネの時にやってちょっと今日ゲネもうパラッと終わらせて家帰って作るんでみたいないやゲネだけどねみたいなゲネパラッと終わるやつらいねえだろみたいななんかもう本当にやばい超過をすると、冷静になる上に、それに対して文句言われてもできてないいやしゃあねえじゃあ何これ完成してない状態で撮影スタートしてもいいよっていうでも意味あんまなくないですかみたいなやつになっちゃうんですよね。まあそう完全にこっちが悪いんですなんか開き直って自分が言うんですよ完全に。いやまあ往々にしてあるんじゃないですか、やっぱ正直な話。本当に漫画だとまだ本当にひどいその締め切り超えることはないんですよ、なんだかんだ書けるから、長期シリーズの時ってそのシナリオ書いても、データパックを入れてもらったりとか、BGM を選んだりとか、そういう過程があるんで、なるほど、まあぶっちゃけその前日じゃどうにもできないラインがやっぱあるんですけど、まあ本当に明晰夢っていう前上がった去年の3月ぐらいに上がった長期シリーズは半年ぐらい延期しました、もう撮影。まあ正直グループ内だったら一応延期もありじゃありなんですけど、そういう考えが良くないんですよね。本当に良くないです。別にトラさんのことを言ってるとかじゃないんですけど、僕らも最悪バンドメンバーさんに詫びればそれを許してもらえるみたいな環境も一応あるんでなんとかなるだろうっていう考えがね奥底にありやがるんですよ。ありますね。本当にめちゃくちゃ良くないんですけどこれ迷惑かけてるわけですから。いやだから多分漫画はちょっと問題がありすぎるから、多分死ぬ気で頑張るんですけど、そうだそれ甘えがね心の中で存在するっていうのがね実は良くないですね。切羽詰まってる時の方がいいやつできたりもしますからね。そうですねもう必死になるから。環境とかってどんな環境で作ってるんですか？いやもう俺机の上に向き直ると逆に何にも思いつかなくて、だからなんか関係ないことをしながらなんか大枠を頭の中で考えるってことが多いです。それも分かります、だから本当になんか一見普通にテレビでなんか YouTube とか適当に流してるんですけど、なんか頭の中だと考えてる、そうでもああいう展開いいなと思ったら一旦止めて、そこだけ忘れないようにメモしてっていう。僕歌詞書く時とかそういうの多いですね。歌詞書く時はなんか書いててなんか思いつかなくなったらなんか適当なボー
トしたり、なんかシャワー浴びるのがねめっちゃよくて、一緒かもしれないです。ああね、シャワーもなんか風呂に湯船入んないでずっとシャワー出した状態でこう座って、なんかいいのないかなってやってると意外となんでしょうね、シャワー浴びてる最中って暇なのか分かんないですけど、なんかアイデアとか浮かんでくるんですよね。なんか雑音多いじゃないですか、シャワー一定の。あれがいいのかもしれないです意外と。正直ね、浴びるまではそんな浴びてる場合じゃねえみたいになってるんですけど浴びたらちょっとポカポカしてあんまり良くないだろうしみたいな、でも浴びたらなんか出てきたりするんですよ、やっぱ確かにシャワーはね結構メインで、本当に焦った時は、もうなんか風呂の中で考えることの方が多いです。まあすぐにメモはできないんであれなんですけど、もうとりあえず大枠だけ考える時は、意外とシャワーはいや、やっぱいいんですよね。やっぱそういうのあるあるなんですよね。なんか本当にパソコンの前でメモ帳とか開いて考える時って全然考えつかなくて、もうなんか多分その一歩踏み出すのがしんどいって気持ちが多分前に出過ぎてるのか分かんないですけど、そういう状態の時よりもちょっと油断してリラックス気味の時の方がなんか湧いてくるっていうのはまああるんでしょうね。多分あるんでしょうね。僕なんかあれですよ、一時期、やっぱ体に良くないっていうことで、ちゃんと椅子とか机をデスクワークするような環境に整えたことあるんですよね。いいしっかりしたやつで。そしたら途端にそこの席に座んなくなったので、すぐ元に戻しました僕座椅子とか好きで、だからまあそのスタイルで高校の時からずっとやってたんですけど、やっぱね腰が悪くなるんですよ、やっぱその座椅子とかって姿勢的にその状態だからダラダラしないとよくなくて、ちゃんと座ってればいいんでしょうけどね、だからそれもまあその体に良くないからってちゃんとしたデスク、姿勢が良くなるような感じの形にしたら、全然作らなくなったんですぐさま元に戻しました。なんか俺も実家がもう和風の家だったんで、じいちゃんばあちゃんの家にみんなで住んでるみたいな。やっぱ椅子に慣れてなさすぎて、小さい頃からずっとなんかあぐらだったり、そういうやつで生活してるとそっちの方がなんか思いつくんですよ。じゃあやっぱ似てるんですね。俺だからソファーにの上であぐらかいてこう姿勢崩してる時の方が結構集中力が持つんですよ。椅子とかであぐらとかしてもすごい違和感はあるんですけど、なんかこうソファーとかでぐうたらしてる時の方がマジで、だから一番多分理想はソファーの前にそのパソコンがあったら多分完璧な理想なんでしょうけど、なんか俺も多分座椅子とかの方が相性いいんでしょう。まあどうなんでしょうね。やってみないか分かんないですけど。分かんないですけどね。でもパソコンの環境を整えようとあんま座っていたくなくなるんで、意味はなさそうな感じがしますよ。なんか狙ってそういう環境を用意してもダメなパターンが多い気がする。確かに多いですね。あとね、もうなんですかね、憧れてはいたんですけど、音楽制作って今でこそパソコン1台で完結するような状況になったんですけど、昔はいろんな機材がたくさんあってみたいなで、それで、音を出したり、音を加工したりして、パソコンに入れてっていう環境にめっちゃ憧れてて、でそういうのをやってみようと思って一応やったことがあるんですけど、超めんどくさくてやっぱね僕やっぱめんどくさがりなんですよ。だからもう今は本当パソコン1台で完結するような状況が最適だっていうことにやっぱ気づきました、自分にとってはね。最適で、なんなら今パソコン3台に分けて、それこそネット用、作曲用、配信用みたいな、に分けてるんですけど、最近2台でいいんだ。もう逆に
配信はさすがに分けた方がいい、はいはい、余計なもんやっぱ見えるから、そうですねあるあるで確かにそっちはさすがに分けた方がいいですけど、そのネット用と作曲用は別に分ける必要なかったらみたいな、一緒でいいなって。そうネット用と作曲用が分かれてると絶対ネット用のところにとりあえず座るんですよね。まあそうですね。そう調べ物とかも合いますからね。そうでじゃあ作曲しようかなっていう時に作曲用の右のディスクをチラッと見てまあもうちょい後でいいかな起動するのにも時間かかるしそうそこあかんかったらみたいな、もう一席にすりゃよかったと思って。俺も2つパソコンあったんですけど、もうなんか結局この1台でまあやった方が早いなみたいなやつありますもんね。そうですね、アイディア出しとかって、なんかどうしてるとかあります？歌詞とかでもそうですけど。基本的にはねあんまりねアイデア出しの段階で迷わないようにします。もうとりあえずアイデアなんかいろいろ考えついたらもうすぐ作って、ちょっといいか悪いか判断してもうすぐ切るようにします。ダメだと思ったらもうすぐ切ります。もうこの間一旦置いとこうみたいな。僕だから1曲作るのに没曲多分没曲とは言わないですね、没フレーズですか言ってしまう10個とか20個全然生まれます。なんだこれみたいなはいわら次みたいななるほど、なんだこれみたいな特にフレーズ単位で僕最初作るんで、とりあえずそのフレーズから広がるようであればいいフレーズだと思うんですよ。このフレーズ作った時にもうこれ以上広がらないなと思ったらもう終わり。なるほどな。そういうパターンがめっちゃ多いですね。俺だとそもそもその長期シリーズとかだと、まあ日常組が遊ぶわけじゃないですか、でそのリスナーが見るわけじゃないですか、脚本っていうかその、まず本屋行くんですよ。本屋行って、いろんなその本見てると、夢シリーズの時は小説コーナー見たら、なるほど、エドガー・ランポとかの白チュームっていうやつ、そういえばあったなと思って、でじゃあこれもう小説シリーズにしようと思って、エドガー・ランポの白チュームの話をベースにしようとか、芥川龍之介の羅生門をベースにしようとかで決めたりとか、脱獄は本屋行った時に、なんかちょうどそのぐらいの時期の時にそのドリフターズのなんか自伝とかいろいろあって、ドリフターズでそういえばなんか昔刑務所コントってあったなみたいな、ところからじゃあちょっと刑務所のコント風のやつを企画でやってみようみたいなやつで作ったりしてるんで、だから本屋とか行くといろんなこう関係ないやつとかあるじゃないですか。なんか神社を巡るみたいな、じゃあ神社テーマにしようみたいなねそっから何かしらのヒントを得てみたいな。そうです。で何個か考えるんですけど、いやこれ日常組には合わないなで切ったり、切ったりね。あとは一番多いのが、いやこれ多分見てる人が理解できないなっていうやつもやっぱ出てくるんですよ、その層的に。なるほど。だ俺ら日常組には刺さるけど、リスナー間ってマイナス10歳とかじゃないですか。そうです。じゃあこれゲームボーイのが出てくる話をした時って懐かしいっていうテーマだったらともかく、そこの知識がない謎解きとかだと見てる方はポカーンとする、分からないですねとかをこう考えるとマジでボツは大量に出てきますね。視聴者さんとかとのズレですよね。ズレがやっぱ年々生まれてて、じゃあホットな話題入れるとそれはそれでなんか模倣品っぽくなっちゃって、なんか超えてるじゃないですかやっぱ、いやこれ比べられるなとかで、なのでアイデアは逆にもう俺は本屋にこもって買うわけじゃないんですけど、例えばこうでかい本屋、丸の内とか、新宿の紀ノ国屋とか、あそこら辺でもうひたすら歩き回って決めたいとこもします。本当に思いつかない時、一回軸決まっちゃえば結構簡単に出るんですよ。いやーいいっすね。いやちょっとこれからも制作頑張っていかなきゃダメですね。そうっすね。いや大変だななんかもう
あれじゃないですか、一回もうアイデア出しとかでやっぱ旅行行って、そうですね、やっぱり旅行ですね。なんかテーマ決めたいですよ。そうだ、旅行行ってもうね、やっぱりリラックスした環境で状態でね、制作して、まあしないですけども、まあそうですね温泉入って飯おいしいな、じゃあ寝ますかじゃあ着きましたら乗りますか。行きますか。はい。お疲れ様です。すごいペースで会うね。そうですね、なんか今までずっと会ってなかったのにね、急に会いますね。ほんとそうだよ、でも急だけどどう、楽しい最近？いやいや、だからその楽しいというガチね、もうこれもうガチ気になるんだよね。そのいや俺なんかまあ要はネット YouTube の方に行ったからさ、でテレビの方じゃん、楽しいのかなみたいな。楽しそうだなの一方でなんか忙しそうだなと、で俺結構そういうのダメだから、そういうのも含めて、そうでたまにいない、忙しくて結構ダメタイプの人、いますね、僕割と、そのなんかマジで何もなかった時期が長いじゃないですか、バイトして、ライブ出て、もうほぼバイト、みたいな時期ほとんどあって、その時にもう夢でなんか番組決まる夢ばっかり見てたんですよ。うわー最悪だね。起きた時につってなんか夢かどうかわかんないですよ。昨日の夜の話だったような気もするんでなるほどね、まだわかんないよね。マネージャーからメール来てるかなとか、あのメールまだっていうのがないとかいう夢をもう毎日のように見てたタイプなんで、仕事が来るのがもうなんか夢が叶ってる感があるんですよ。そうなんだ。でもさ、そういうのも言うけど、この最初だけだったりはしないんだ。もう結構だってもう売れてから長いじゃん。いや全然ですよ。その、まあなんかどんなんかブレイクしてない人なんで。でもなんか言いたいことわかる。なんかこうゆっくりドーンじゃないよね。0から100になるじゃないですか、 M1 のチャンピオンとかって、急に次の日からもうスケジュール真っ黒みたいな、そういうの経験してないんですよ。ゆっくり月に1本あった収録が5本になって、10本ぐらい入った、で20本になった、30本になったみたいな感じなんで。なるほど。じゃあなんかこうちょっと体も慣らせながら、なんか、そうか、なんか眠いなみたいな時期が増えたぐらいの感覚です。じゃあ割と本当今はもう楽しいんだ。楽しいというか、もう忙しいことが嬉しいですけどね。嫌だけどな俺、忙しいの。今はじゃあ最高ですか？自分のペースでできるっていう。まあそうね。でもないですもんね。でもね。いやまあでも割と自分のペースだし、
テレビの働き方と比較したら楽なんだろうなとは思うけど、まあでもあんまりちょっと関係ないけど、そもそももうずっと生きてて楽しくないからさ。そうなんですか。いやまあだからすごいいい反応してくれたね。なんだろうかわいそうだよみたいなのか今反応してくれたね。なんか好きな多分世間のイメージは不満もあるけど、それをなんかこんななんつうか吐き出せる人っていいよなとか思われてると思いますよ。あー確かに言いたいこと言って、それでなんかお金もらってる、最高じゃんとか思われてんじゃないですか。いやでもそれの流れか分かんないけど、最初はキレキレみたいなね、それこそ生配信で来たコメントに対してまあ応援してますうるせえよみたいなことやってたわけだけどうるさくないですけどねまあな今考えると、はい、でもまあそれってなんかちょっとある意味ちょっとなんかやっちゃいけないことをやってることにだってありがとうございますって言うべきじゃん。はい普通はね、でなんかやっちゃいけないことをやってる感でちょっと楽しかったんだけど、途中からやっぱもうそれが逆に求められてる、当たり前だけどさ、なるほどになった瞬間なんか一気に冷めちゃった自分の中で。いやそれもなんかもうやっぱちょっとある分かりますよそれね。なんか、求められたら急に冷めちゃうっていうなんかだから何ですか、驚かせたかっただけだったんですよね最初ねそうほんとそう、こういうことをみんな言わないことを言ったんですよね。そううるせえんだよとかクソババアみたいなこと言ってみて、でみんながなんだこいつっていうのが楽しかったのに、それムカついてる半分はあるけど、ちょっと半分ねそれが楽しかったじゃん。切れてくださいになると、切れてくださいって言われたらじゃあこっちは急に行きたかったんですっていうことそういうことですよね。それめっちゃわかります。でそんなんもあるからそれやってる内容としてそうだね、なんか自分で楽しいみたいなのは最初はもしかしたらあったけど、結局最近はなんかどうしようこれからって感じかな。いやどうしようっていうか、いや飽きられるまでやるしかないんじゃないですかそれは。でもね生配信はもうやめた。そうなんですか。もうやめた。それいつからですか。去年ぐらいかな。去年ぐらいから、まあいろんな理由あったけども単純に飽きたっていうか、そういうさっき言った部分もあったり、あとなんかさこれもさ聞いてみたかったけど、絶対に普通の人より喉の病気になりそうじゃない？確かに酷使してますからね。そうで特に生配信なんでさ、だいたい1時間やったらさ、まあだいたい200コメントぐらい拾い上げるんだけどさ、うわ、もう1時間ずーっと切れてるからさ、絶対ポリープ、なんならもっとやばいものとかができそうだのとか、そういうのもう38になるからもう怖くなっちゃって、もうやめた。何がブチギレ宇治原なんだよね。喉の調子もう怖いとやるんじゃなかったって感じ。行ったこととかないんですか、病院とか。1回やったけどなんか意外に別に異常はなかったのよ。だから強いんすよ。僕もとかなんかなる時あって、ちょっとあれかなと思って病院行ったら、もう異常なしなんですよ。あ、そうなんだ。だからもう人よりは強いんですよそもそも。いやなんだよ、なんかもっと人より秀でてる部分喉とかじゃなくて他のが良かったな。いやいいと思いますよ俺。喉結構喉が痛くてとか喉が枯れやすくて苦労してる人いっぱいいると思いますよ。俺ら喉が強いんですよ。いやだよ。歌手ならまだいいけどさ、なんか切れてるだけだからな。そうですね。なんかあんまり誇れないわ。歌手みたいななんか売りではないですよね、喉は。いやだからそう喉大丈夫なのかなと思ってた。いや割と強いです。でまあ言われますもん、やっぱ飛ばさないよねみたいな。あんなにうわーってそうなんだ。はい。だってしかもさ結構仕事もさ、体張ってること多かったりとかでさ、そうっすね、なんかもう別に喉だけじゃないじゃん、疲労もそのダメージが、はいはい、なのに全然体調も崩さないんだ。体調は本当に寒いロケの後風邪ひくとかはありますよ。それはね、シンプルに。それはやっぱ、でもやっぱり剣道やってたんで僕ずっと。はいはい、剣道で何が培われるのかなって最近になってようやく分かったんですよ。なんか結構剣道は礼儀正しくなるよとか、聞くね。あと人間形成みたいなことを言われるんですよ。でも剣道で何が培われるのかって僕やって分かったんですよ。大学まで剣道やったんですけど、我慢我慢なのあれ。あれは大人になって我慢ができる人になります。
そうなんだ。はい。どこで正しい人間になるとかそういうの言ってますけど、一番は我慢強いやつができる。まあそれもいいことかもしれないけど、なんで剣道やってると我慢強くなるの？剣道まずまあ根本的に臭いです。まず。そうだわ。でも臭っとか最初思ってるし、剣道やってないやつからしたら臭だけど、その匂いとかももう臭いもんだからなんですよ。で冬の練習は下もクソ寒いです。なるほどね。でも寒ーってなりますけど、もうそこももう我慢。寒くないわけじゃないです。寒いけど耐えるんです。で練習とかで、僕高校の時もそういう練習あったんですけど、太鼓っていう練習あったんですよ、剣道の。太鼓？もう先生が太鼓バーンって打ったら、激しい稽古が始まるんですよ。でそっからいやちょっと待って、その前にその練習名始まる時の音の部分を取ってんの。そうなんですよ。太鼓はい太鼓はいって先生が太鼓ドーンって叩いたら、激しい練習始まって、そっから次の太鼓が鳴るまで止まらないっていう、まあ太鼓だな、それは。太鼓なんですよ。でもう先生がもう我慢させようとしてるのか分かんないですけど、いなくなったりとかするんですよ。あ、そのやってる最中に、やってる最中に裏行って消えたりとかして、何これいつまでやんのみたいな。そしたら先生がなんかサボってねえかなと思ってチラッと顔だけこう出して、また戻ったりとかして、うわきつい、俺それ無理だわ。無理なんですよこれ。これをやった上で、いつかそれ最終的に太鼓はなるじゃないですか。いつか終わるんですよ、辛い仕事も。太鼓は絶対になるんですよ。だから何十時間閉じ込められようが太鼓は必ず鳴るじゃない。何十時間閉じ込められたとしても、僕は太鼓の音を待ってるんですよ。そうか、もうそれが鳴るから待てるんだ。待てるっていう、大丈夫だって俺あの時の本当にきつい仕事、水曜日のダウンタウンで清春さんっているじゃないですか。清春さんの新曲の歌詞を全部一言一句当てるまで帰れませんみたいな閉じ込められるんですよ。あれ確か60時間ぐらい閉じ込められたんですよ。すごいね。すごいんですよ。あれはもうほんとヘトヘトで、でも寝てる間も音鳴ったりとかするからちゃんと寝れない、やばいこれマジできついなってなってるんですけど、そんな時は太鼓の音を待つんですよ。すごいね。それで耐えるんだ。耐えるんです。ドーンってなれば終わるっていうのが最後の踏ん張りの一歩にはなります。うわー、なんかいいね。俺そういう幼少期にそういう経験がないわ。もう全部の我慢を放棄してきたわ。剣道やった方がいいですよ。いや、やだよ今から。臭い。潔癖症なんだよ。臭さなんですよ剣道って。やっぱまず最初が、俺だって高校の時剣道部あって、そうクラスのやつの嗅がしてもらってびっくりしたもんね。びっくりしたでしょ。あれってなんか一日じゃあの臭さって作れないよね。作れないです。あれはもう毎日毎日作るんですけど、それは臭くないわけじゃないです。僕らもそうなんだよね。臭いけど関係なくなってくるんです、臭さとか。うわ、それで我慢が。部活とかやってないんですか？俺なんかね、いや一応やってたんだけど、中学校であんま恥ずかしいから言いたくないんだけど、ソフトテニス部。でもいますよね、ソフトテニス。そう公式なくてソフトテニス部だったかな。で静岡の学校なのに、中学校にサッカー部が唯一なくて。静岡ってだってサッカーを。そうで憧れあったけどソフトテニス部入って、高校からサッカー部入った。だってゴンゴールですもんね。分かるよね、年代的には。ゴン中山のゴンゴールから取ってますよね。そうめっちゃ好きだったんですか？めっちゃ好きっていうか、静岡県民は俺ぐらいの年齢までぐらいの人はやっぱもうゴン中山が一番有名人の中で好きなんじゃないかな。そうです。静岡岩田ですもんね。そう隣の市で、俺は浜松市だからね。隣なんですね、岩田って。で見に行ったりとかもした。なんかね、見に行くとかはねちょっとしてない。ごめんね。いや大丈夫ですよ。なんかそういうこともあるよ。ごめんねまで言われることないですけど、いやわかります。だからすっごい好きだからコンビ名にするぐらいですもんね、ゴンゴールってね。本当は最初違ったんだけどね、コンビ名。なんか久友っていうコンビ名だった。高校の同級生と組んでるからさ、坂本さんは久友はその時の担任、3年間クラス一緒だから、加藤久友先生っていうのがいて、それから取った。そうなんですか。もうめっちゃ仲良かったんですか、同級生。坂本と俺が、それは仲良かった。もうめっちゃお笑いこいつとやるんだろうなみたいな感じで始めたんですか？でもね、高校の時に高2の時になんか M1 甲子園で今ハイスクール
M1 甲子園出たのよ。出てんすか、そういうの。出てんのよ。最初は高校名そのまま取って浜松工業って名前で出たんだけど、それはサッカー部の後輩と組んで出て、でサッカー部の後輩がその来年もやるのかなと思ってたら、やっぱちょっと俺のそのモラハラパワハラに耐えれないみたいな。高校生の頃から。そうなんかそのイエーイじゃないですか M1 甲子園で。分かんないです、出たことないし見たことないから分かんないですけど、よっしゃ俺らさ最高だよ面白いよっつって出て、受けたり滑ったりするんじゃないんですか。違う、多分なんならあの時が一番ある意味いい言い方すれば本気で漫才やってたから、もうネタ合わせ延々にやって、もうなんかもう違う、言葉違うみたいな。サッカー部ですよね。そうサッカーの練習してその後にもうずーっとやってた。で言い方違うとかずーっと言っててもそれが耐えれなくなってやめて、でだから新しい相方見つけようと思って坂本誘ったんだけど、それは断られたんだ。もうなんか就職するとか。いや別に、だってそれは高2の終わりぐらいで誘ってるから。 M1 甲子園もう一回出ようよっていうことで誘ったってことですか。そう、でなんならその高校生レベルだけど俺は決勝に行けたの1年目。だから静岡代表的なことですか。みたいなか、東海代表か。東海代表すごっ。でだから全然組んでも可能性あるじゃん、なのに組んでくれなかった坂本。だから別のやつと結局組んで、そうだね。だから坂本と組む、だから誘って断られたからもうないんだなと思ってた、でだから大学の時にあいつが俺の家に遊び来た時に、オーディションっていう俳優さんとかが読む雑誌かな、なんか多分オーディション情報がいっぱい載ってる、それ持ってきたから、なんか芸人だったら芸人やろうよみたいに言ったら組めたみたいな。そう芸人やりたかったんですかね、坂本さんは。いやなんかあいつはとりあえず目立ちたいは目立ちたかったなと思う。芸能行きたいなと思ってて、どうしたらいいかなみたいな話をしようとしたら、2人でやるっていう。そうあいつちょっとイケメンだし、自分でもイケメンって思ってるタイプのイケメンだからさ、だから俳優とかもいけるかなとかって思ってたんだと思う。だけど結構冷静に、いやその俳優の中だとちょっと顔が大きすぎるし、その背はね175ぐらいでなんか微妙なとこ、そういうのもあるから、なんかでも芸人の方来たらよりイケメンって目立つかもよみたいなことも言いながら言ったら、じゃあやるみたいな感じでなったかな。藤原さんはもう芸人志望。俺はもうずっとそうだったかも。もうなんか生まれた頃からぐらいの。なんで生まれた頃からってそんな人いないって絶対にまずだってなんか野球選手とか、ヒーローみたいなこと言う子もいますよ。いやでもそれで言ったら本当にもう最初から芸人だったよ。何歳ですか最初って。だからちょっと生まれた頃は言い過ぎだけど、物心ついてだから芸人以外を目指してる。だからないもう本当に芸人だったずっと。すごい。多分テレビ見たのかな、それで。テレビ好きな子供だったんですか。テレビ好きだった。すっごい好き。何見てたんですか。でもね、ほんとマジで最初の方はあんまり記憶ないけど、多分だけど志村けんさんとかバカ殿とか見てなんかいいなってなったんだと思う。でその後は多分世代的にはめちゃイケとか。めちゃイケですね僕ら。だよね。あとなんかもちろんどっちも好きやけど、俺はちょっとトンネルズさん派というか、なんか華やかじゃん、歌がしてたりとか、芸能みたいな。そうだからそれに憧れてたっていうイメージ。逆に何に。僕もでもめちゃイケが最初かもしれないです。そうだよね。とんでもないおもろかったもん。もうめちゃイケ見てお笑い好きになったのかな。そっからもっと広くお笑いとかを小学生とか中学生にしてはお笑い詳しいやつだったと思います。あれ相方は中学の同級生です。じゃあその時相方はお笑い好きなので、羽飛びが始まったんですよ。羽飛びが始まった時に、第2回目羽飛びの放送の2回目ぐらいで、もうすごい深夜だったんですけど、岸だけ学校の中で見てたんですよ。なるほどね。僕と岸だけが羽飛びの話してたんですよ、すごい。まだ有名になる前の羽飛び、でそっから岸はお笑いのこと知ってるやつなんだと思って、あれ見たとかいう話はするようになりましたね。そうなんだ。そういう誰に一番じゃあナイナイさんって感じ。ナイナイさんはすごいもうスターですけど、極楽とんぼさんとか、白子の人たち。確かにじゃあなんかすごいね、なんか加藤さんキレキャラって言っていいのか分かんないけど、でもなんかこう噛みついたりとかしてましたもんね。なんかこの憧れていいなと思ってた人
と自分は実は違って目指せなかったりするもんじゃん、はいはい。なんか自然とそうなったんだね。いやでもまあそうかも。でも羽飛びとか、めちゃイケとか、ああいうのに出ると信じてたんですよ。そもそもお笑い始めた時。わかるわかる。そうだよ、みんなそうだよ。そうですよね。ああいうユニット番組、芸人 4,5 組が集まってコントやったり、なんかロケやったりとかするやつに出ると思ってたんですけど、今考えたら、出れるわけはないですよね。なんであそこに僕らがいる絵が浮かばないというか。いや別に浮かぶでしょ。キラキラしてないんすよ。ああそうだな、はい、ああそうだなって、そんなことないよのトーンの会話でしたよ今まで。そしたら嘘になっちゃうじゃん。嘘、まあね、嘘なしでいきましょう。じゃあ仲良くしたいからさ、本音で言うとないよ、キラキラしてない俺らはギリいけそうだけど、そのキラキラ度だけで言ったらキラキラ度はありますよね。まあ坂本のおかげだけどイケメンだからさ。2人ともなんか花ありますもんね。そうですね。まあ俺は本当頑張ってる。本当に全部削ぎ落としたら普通にガリガリのただの面長だと思うから、人への金髪にしたりとか、それ努力はしてるけどね。そうですね。努力してもっていう話じゃないですか、僕なんて。そうだね。そうだねじゃねえよ。いやいや、もっとあるよ。例えばさ、髪の毛染めてみるとかさ、とか服こうするとかさ、とかそういう案出してくれよ。そうだねってなんで同意しちゃうんだ。いやなんか普通すぎて言いたくもないけど、染める部分がもうないしさ。今やね、今やないですけど、もともとはね、横の部分とか染めれますよ。やめろって変なことする変だぞ。ここは多分人と同じぐらいありますから。確かに横のこのね波平部分というか、ここの部分はありますからいいですよ。だから金髪とかにしてもいいですよ、もう最終的には。いやまあよくわかんないけど、それだけじゃキラキラは出ない。いや出るでしょ。いや出ないと思うけど、そうなんだ。そういうのに出ると思ってた。出たいっていうか出るもんだ、そうやって売れてくのかなって思ったんですけど、そういうののオーディションとかも行ったことないですね。結局行けなかった。ないんだ。なんかありましたけどね、8年に。そう、波8みたいな、波16とかありましたけど、それの僕ら世代のやつではもうちょうど狭間でもう年齢的にダメです。ああなるほどね、なんかほんとさ、そういう8年周期の系の番組、なんかしかないぐらいに感じてたからさ、あれ系落ちると終わった8年思いましたよ思うよね、あれ8年後は若くねえし、みたいな、30過ぎたらダメみたいなこと言われたんですよね、確か。そうか。そう、でもうじゃあ37ですか、なんですか38とかになるわけじゃないですか、そうなるともう若いわけないじゃないですか。そうだね。キラキラしてないし、今おいくつですか？38になる。もう4月8が誕生日、もう38。もう誕生日だ。もう誕生日。38。あれいくつ？だから今度僕は5月で37になります。じゃあ1個違いなんだ。1個下だ。めちゃくちゃ近いよ。平成元年だ。平成元年で昭和最後ってことですね。そう、昭和63。そうなんだ。相当近いんですよ、見てるもんとか。確かにね。いやだからそれで言うと、そうなんか戻っちゃうけど楽しいのかな今と思って。楽しいですよ。でも楽しいって、なんなんですか。楽しいってじゃあ何だったらもう遊びみたいな感覚ではないですよ、そりゃ。イエーイみたいな、そうじゃないですよ。ただ、まあずっとありますね。でもそれはなんか生きてる意味はとか、そういうのはあるけど、やったーイエーイっていう、まあなんだよ今の俺の30秒ぐらいいやごめん、お互いの責任かな聞いた俺もよくないし、正直言うと俺はなんか YouTube ってテレビが羨ましいから、今楽しいって聞いて楽しくないって言ってくれたら自分が救われるなと思って。そう、まだでもなんか最近ちょっと出始めたぐらいの感覚なんで、なるほどね、新鮮ですよ。まあそうか、この後どう思うのかっていうのは、たまにそういうこと言ってる先輩。もう俺降りないで。俺も降りるよ、じゃあ一緒に。ごめんね。ごめんなさい。なんか止まってるタクシーでずっと喋ってるのおかしいだろ。降りよう。降りましょう。
あ、すいません。すいません。すいません。後ろのタクシーを追ってください。お願いします。すいません。お願いします。すいません。後ろです。後ろです。前じゃない。あ、そっちじゃないです。そっちじゃないです。すいません、ちょっと後ろです。前のタクシーに乗っちゃったのが悪いんですけど。あ、そうです。後ろのタクシー、後ろです。いける。ダメダだ。メだ。終わった。ちょっとあれですね。終わった。確かにマリオカートのバックダメだしな。授業もいつかな。ダメね。ほぼ使わない機能ね。確かに。いやー、まあダメか。いやー、ちょっと秘密を握られたまま行かれてしまいましたね。そうですね。悔しい。明らかになんかね、真っ黒いダウンを着たでかい男だったんですけどあれなんか近しいところで見たことある気もしたけど、別の人か。黒ずくめの組織の黒なだけあんまその途中でそのボコボコしてないんで、確かに黒ずくめの場合ってシュッとしてますもんね。シュッとしてますからね、その犯人もねなんか同じ格好したらめっちゃなんか金地の見た目のやついません？なんかウォッカっていう確かにいるな。確かに、確かに実はね、逆になんかめっちゃ似合うんじゃないですか、コスプレしたコスプレって普通にしたいんだよなっていう。でも確かに似合いそうですね。本当ですか。嬉しい、僕だから結構そのしたい欲はあったけど、やっぱなんかちょっとコスプレしますみたいな宣言してやるまではなんかこうやっぱちょっと恥ずかしくてできてないんですけど、幸い芸人という職業をやってて、たまにね単独ライブって自分たちで企画して自分たちだけでネタやるライブをやる時がある時はなんかそのフライヤーの衣装とかでその時だとやっぱその言い訳ができるんで確かにとか、そういうテーマだよみたいな。そうなんですよ、そういうテーマでって言って僕はその1回目はクラシカルメイド服をいいですね。相方とね、女の子ですけど相方はちょっと僕も便乗して着させていただいて。便乗なんだ。いや楽しかったですね。すげえなでもそっから一応なんかそれの2人の出てくるコントみたいなのを書いてやったりしたんですけど、なんか王宮とかメイド喫茶とかなんかそうですね、あの時はなんだっけな、なんかでも本当にこの謎の世界にいるみたいな、そのどこその現実じゃないとこにいるみたいな設定に確かしたんですけど、みたいなのはでももう発端はマジで一回メイド服着てみたくて。すごいですねすごいですね。いややっぱね、なかなか着れないんで結構そこの楽しさはあります。芸人のコントをやってると確かに違う自分を下ろすことができるみたいな。そうですね、コントの衣装としてなんか必要なんで着るみたいな。でもなんかそのなんとなく舞台上で僕がこの格好をしてたらおもろいかもな、発端で書くこともあるんで、でもそこをなんかちょっとね発散させてもらってるとこは実はあるかもしれないですね。なんか公開そういうの消化のためのやつだったのかな単独ライブって。そうなんですよ、しかもその一人でこっそり服着るとかじゃなくて見てももらえるっていうねおまけなんです。そこは、そこをボーナスとして考えるとちょっと問題がありますよあと一歩で多分なんか囚人服のコスプレをしなきゃいけなくなる可能性コスプレで済んだらねいいんですけどでも捕まる前提なんでもうダメですよ。捕まんないですけど別に。捕まんないです。捕まんない。そんなね、全然そういうのに触れることは別にねやらないと思うんですけど、今の捕まんないの言い方も怖かったですよ。そういうことやんないですよの言い方じゃなくて逃げ切れるの方の言い方だったんで今捕まんないですよ僕。そう大丈夫なんで大丈夫逃げ方をすごい知ってる人のやつでした確かになんかでもそういう乱れ方っていうのはあれですけど、なんかもう職質何回もされましたみたいな感じ。でもなんかそうですね、でもなんかこうどうしても若干なんだろう、そのサイコパスキャラじゃないけど、シンプル暴力60分の話ですかとかでバキドチャンネルでやりましたけど、なんかそっち側でこう見てもらえる時もたまにあるというか、やっぱ普通の人じゃない感、これ本当に僕は全く今まで生きてきて意識してなかったというか、そうですよね。なかなかなんならやっぱ小さい時僕親が公務員なんですよ。そうなんですね。親は実は警察なんですけど、すごい。福岡というところが僕は出身地なので、なんと福岡の警察官っていう本当に修羅をそうですよね、生き延びている父親がいるんですけど、なんかそれの影響もあって僕結構安定志向というか、
なんか公務員になりたかった、結構全然夢として書いてたりしたぐらいで、なんか親もそうだしみたいな、だし、なんか安定した職業しっかりこうみんなのためにこう真面目に生きていくみたいなのを、まあなんなら自分向いてると思ってたしっていう感じだったんで、なんか今となってはそのなんだろう、それこそバチドーチャンネルでそのショタの話してなんかそれにして知ってもらうとか、なんかこう不思議なんすよね。なんかその面があったんだとも思うし、なんか自分が普通だと思ってたことを結構面白がってもらえるんだみたいなのをなんか意識するようになって、だからなんか自分的になんか普通じゃないみたいなこともなんか言うようになったというか、なんかちゃんと自分の YouTube でこう話してみたら、それこそなんかあえて頭のいい自慢をするっていう動画を自分のチャンネルで上げたんですけどなるほど確かに普通だったらはばかられる話ですけど、そうなんです、はばかられて、やっぱどうしても、まあ、東大にね通ってたんですけど、いやいや東大ですって、一応東大なんでってやっぱ東大生ってマジで言うんですよ。めっちゃ言いますみんな。でもこれもう分かるんですよ、もう当事者からすると、その全然そんな東大ってやっぱその一学年3000人いるんですよ普通に。なるほど。実は理系文系含めていて、だからその中でも本当になんていうか、もう浮世離れした天才もマジでいるんですけど、努力で本当に努力ができるから入れたっていう人も全然いる、東大ってそれぐらいいろんな方がありますよね。そうなんですよ。なんで全然もうその中にやっぱいると、いや全然そんな東大って言いますけどってやっぱ言いたくなっちゃうのがめっちゃわかるんですけど、なんかでも別に僕がいる環境ってそれは特殊だよなっていう。特殊ですよ。そう中高もそうなんですよ。進学校だったんですけど、まあそれもよく考えたら特殊だなと思って、そういうのをなんか普通に僕からすると本当に僕が経験してきた中高時代とかの話とかを、まあ、しただけなんです。結構反応あったりして、やっぱそうだよなと思って、特殊なんだよな僕の人生っていう。本当にそうだと思いますよそのなんか特に僕も身の回りその謎解きの界隈だからっていうのもあるし、その前いた会社だって8割5分東大生で残りだってその人数も少ないし謎解きの人たちだし、なんか8割5分はすごいな。8割5分東大、残りが慶応とか陶芸の音響とかなんかそういう会社だった、あと東工大とかそういう会社だったんで、すごい。なんかこれ自分が少数派になるのが面白かった。そうか本来普通に生きてたらまあだんだんなんていうか、まあその頭切れる側になりがちだったけど、みたいなことですよね。そうですね。私はどっちかっていうと、大学までは、多分割と普通めな人生だったんですよね。そうなんですか。山形県で育って、その後新潟の方の大学に行って、でそこもなんか一応わりかし歴史はあるんだけど、まあそこまで、それこそ東大と比べたらそこまでぐらいの大学に入って、で社会人になって謎解きの会話に入って急に周りが天才だらけになるっていうなるほど。急に結構環境なんていうか、周りにいる人のなんていうか、まあなんか簡単な言葉で言うと IQ が急に上がった、跳ね上がって、もうなんか出勤してきて開口一番に、すごく当たり前のことにですよ。なんかちょっと謎解きに関わるんであれなんですけど、例えばなんかなんか謎のって、時計って針が進むんだよみたいなこと言われてほうみたいなで、その30分ぐらいかけて噛み砕いてみたら、その時作ってた謎解きイベントの最後のオチがそこだったっていう、そこに気づいた。ちょっとやっぱその天才発明家のエピソードですよね。できたぞの人本当にいるんですよいやもうその人がちょうどこの間誕生日だな、ピアさんっていう方なんですけど、もう僕が出会ってきた中で多分一番なんか奇才というか、なんというか世界の底を発見できるんだみたいな感じの人がいて、多分東大っていうと割となんか多分なんでこれができるのみたいな人いるじゃないですか。その人にとっては当たり前だけど、なんかそういうタイプの人もいれば、なんかどっちかっていうと例えばなんか前の会社の社長であるとか、その会社にいた面々はもう多分努力がすごくうまいというか、私は東大入るタイプの人たちって、学習効率がものすごくいいと思ってるんですよ。でもそうだと思います。
なんか私は才能というか天才って言われる人は2種類いると思ってて、はいはい、誰も見つけてなかった正解を持ってこれる人か、正解にたどり着くまでの速さが異様に速い人がどっちかなと思ってて、なるほどなるほど。僕は東大は後者の方がちょっと多めな気がして、でも、僕も実感としてそうだと思いますね。それが上手い人がだからそういう意味ではある意味そのなんか頭の良さっていうなんか地頭の良さみたいな言いますけど、が最悪なくてもそこがあれば入れるし、まあ本当になんかなんだろう、効率悪くてもめちゃくちゃやれば別可能ではあるみたいな。でもやっぱ効率いい人の方が入るみたいなイメージはありますね。そうなんですよ。私前の会社いた時に、東大出身者3人と一緒に色彩検定ってやつを受けたんですよ。で私はデザイナーなので実務もやってきたから一応合格できたんですけど、終わった後に、その東大のなんかかなり、もう本当に僕は優秀だと思ってディレクターから、なんかやっぱ僕たちと勉強のやり方ちょっと違うよねって言われて、聞いてみたら明らかに彼らのやり方の方が理にかなってだから多分そういうことの連続なんだろうな教育ってと思って、それが一回すごいショック受けましたね。そうですね、ずっと非効率なことやってたんだ自分はみたいなそうか、効率の良さを確かになんかその効率いい方法を教えるぞで教えてはないんですよね、実際教育の現場って。でもなんかまあそれが得意な人たちがまあ進学校とかだと集まるし、その進学校の先生の教え方も直接的にその効率がいいやり方だけを教えるわけじゃないけど、やっぱなんか考え方とかの部分でちょっと変わったりみたいなのを教えてくれた印象は確かにあるなとは思っていて、僕もやっぱそこがだからやっぱ試験というものが得意なんだなっていうのはなんか大人になってから実感して、それこそ僕もその1回公務員になったので、公務員試験を受けなきゃいけないってなった時に、一回僕民間の会社に入ってから公務員になろうと思ったんで、その民間の会社入って新卒だったんで、その新卒の研修を受けてる期間に裏で公務員試験の勉強も僕はしてすごいなしてでなんか別にでその年の試験が5月だったんですよ。で、4月に入社してで、ちょっとその前から勉強してたんですけど、最悪ねその 1,2 年かけて勉強するって有志公務員試験って、最悪次の年になってもいいかと思ったんですけど、その年の試験で全然合格できたんですよ僕。すごいですよでみんな結構何年もかけてやった。いやそうなんですよ。なんかで確かにでもめっちゃ戦略的にやりました。その今年合格するんだったらと思って、僕はその大学での専門が理系とか建築とかの方だったので、なんかそういうこの物理系のところはもともとできると。でも結構めっちゃ試験範囲広いんですよ公務員試験って。だから僕が学んだことない法律とか、そうですね、経済とか、なんかよく見るグラフは知ってるけどなんかこれは何を表してるのかとかを知らないとかなんですけど、別にそこはもう僕は完全に捨ててやったりとか。でもやっぱ出ても 1,2 問だから、それより他の問題を得にした方がいい。確かにそうですねとかそうですね、だったんで捨てても4分の1とかで当たったりするし。そうですね、なんか専門じゃないけど理系のやつ、生物とか地学とかをメインにその補強してやってっていうやり方、確かにその慣れてるからだろうなとは思いましたね。なんか多分やっぱりなんていうかそういう風に効率がいい方って特にボードゲームっぽいと僕は思ってるんですけど、自分のスペックと自分が持っているリソースを全部確認した上で、なんか目標を設定してそれに対するなんか最善手を求めるというか、例えばその目標があって自分のスペックがこうなんだから、じゃあこの卓は捨ててもいいみたいな感じの多分判断ができると思うんですよ。多分今のお話でその社会の部分とか一回捨てて、でそれでもおそらく自分のスペックでは合格ラインには届くだろうから、じゃあ得意な部分固めた方がいいみたいな感じに割り振れると思うんですけど。そうですね、それが自然とできる。そうでもなんか僕ボードゲームはなんかめっちゃ好きなんですけど、なんかそんなにこう自分が
得意だと思ってなくて、なんか結構なんだろう、大喜利系のやつはまた別なんですけど、結構こう戦略のやつあるじゃないですか。ありますね。それこそ本当カタンとかも全然そうですけど、モノポリとかなんかあれってなんか僕はなんですけど、なんか自分で言うのもあれなんですけど、やっぱその僕頭の回転がめっちゃ速いんで、なんかめっちゃいろんな可能性が出てくるんですよ、頭の中に。わかります。なんかでなんかそれに自分でなんか考えたその可能性がいっぱい出てきたやつになんかがんじがらめになって結構動けない時があって、それこそ肩とかその交渉とか結構自由度がある部分があると余計なんか結局どうすればいいんだ一体やんないとかで、意外とそのバシンといくつかの選択肢の中で最適なものをバンって選ぶみたいなこう豪快さがある決断ができるタイプの人の方が多分その方がなんか勝ってる印象があって、それは多分なんですけど、なんか将棋とかの棋士の方にお話聞いた時に、やっぱりなんかものすごい数の選択肢がバーって出てきて、で特に将棋とかってそこから先もまた紐づいて広がっていくじゃないですか。なんかその演算処理能力というか、でそこにプラスして勝負師としての勘みたいなものも必要になるというか、そのなんだろうな、その可能性があるのはそれはそれとして、自分が得意な戦術はこれだから貫くみたいな感じの、だからなんかその1個ラインが決まるとどんどん強くなってくるみたいなことは聞いたかな。それこそ将棋とか僕なんか逆にできないんだろうなってずっと思ってて、なんか選択肢がある程度浮かぶんですけど、やっぱ将棋ってもう果てしないぐらいの、手の数があるから、僕はそれを処理するまではないんですよ、力がエンジンが多分分かんないやり方なのかもしれない。なんかね、多分学習深度とかでも違う気がしますけど、考え方かもしれない。結構やっぱなんか自分の周りもその囲碁とか将棋とかチェスとか系を得意にしてる人割といるんですけど、オセロとか、なんかそこ結構なんか僕はその先に行けてないですね。あと麻雀だ、僕麻雀が全然できないんですよ。そうなんです、ね。麻雀やります？いや僕は自分が絶対に苦手だと思ってるからまだやってないです。周りに麻雀プロの人はめっちゃいるんですけどなんかそのやれって言われてるんですけど、いや絶対にやっても勝てなくない。いや分かります。僕がカードゲームとかがもともとちょっとなんかポケモンカードとかやってみようって思った時期があったんですけど、もうやらないって決めた理由が割とあって、てか僕試験がめっちゃ苦手なんですよ。試験と勉強がものすごく苦手で、その試験やってる最中になんか、例えばその当時はもうデザイナーでも何でもなかったけど、ここの文字間変だなとか、なんかその別のことにそのノイズがすごくいっぱい入っちゃう頭をしてて、だからなんか基本的に勉強をしてその機会を1回で出すっていうのがものすごく苦手だったんですよ。でこれってカードゲームも結構そうだし、ボードゲームもだいぶそうなんですけど、演算能力が速くて学習をしている人に絶対に勝てない構造になっているので、に関しては。なるほど。なんか拾えたとしても運勝ちの 1,2 回で多分100回やったら97回負けるゲームに対して、ちょっと僕はどうしてもあんまりそこになんというか楽しさをちょっと覚えられないみたいな部分はあって、確かにそのすでにやっててもそこの能力高い人が別に立ち止まってるのだけど、その人もどんどん学習も進めていくしっていう。しかも自分よりも圧倒的に下積みの量も多ければしかもそういう人って楽しんでやってるから絶対に追いつけないんですよ。確かにな。目の前に絶対に追いつけない人がいる状態で、それでも競技を楽しみ続けれる人って僕は本当すごいと思ってて。僕結構似た感じで麻雀やんなくて、それこそこの間話した謎解きとかも一緒に行ってた、東大の時の同級生4人で、そのうち2人がもう麻雀知っててちょっと教えてもらうっていうタイミングがあったんですよ。なんかやっぱ大学生になったし麻雀覚えてみっかみたいな時期があったんで確かに大学生といえばそうなんですよ。ちょっと教えてもらったんですけど、でやっぱそれでやるんですけど、これもねどうしてもみんな東大生だからなんかね多分ね、なんか頭の中で範囲の処理ができることは多分前提にあってみたいな。なんかそこを
多分なんか自分の中で当たり前だから結構言語化すると結構かなり最小限になるというか、そこでなんか僕がまだその飲み込めないまま結構こう進んでもいっていた、教えてもらいながらではあったけど進んでいくし、プラス結構やっぱその受験戦争を経験した人間ってちゃんと負けず嫌いだから確かにそうですよね。そう僕で教えてんだから、その本気でやんなよっていうそう一回まずチュートリアルを挟んでほしいとこで、なんか結局その2人がなんかちゃんとそのままボロ勝ちするみたいな回があったせいで、なんかそれのせいでもうじゃあいいやってなっちゃって、そのいろんなそういう人たちを見てきたから言えるけど悪癖ですよね。そういうところ。いやまあこれはでもしゃあないんですよ、僕もだからみんな縮言語使うからいやそうちょっとこうなんないようにしないとなと思いつつ、別にそいつらが特に悪いとかじゃないんですけど、やっぱそのなんか自分の環境というか、そのなんか同じラインというかね、環境に居続けてるからこそそうなっちゃうよなみたいなのをなんかたまに思い出すんですけど、でも麻雀って思った以上にその意外とその学歴とかを超えて共通言語なのが、いやそうですね、ちょっと最近は覚えられてないのが悔しくて麻雀とタバコね、タバコ僕吸わないんですけど、いや僕も吸わないですね。そうなんか結構喫煙所で話して仲良くなってるみたいな芸人とか、芸人特に多いんで、なんかそこがねなんかないのがちょっとコンプレックスだったりもするっていう感じなんですけど、すごいわかる。いやちょっと前の車あれじゃないですか。さっき一周したんだ。おー、一周、オッケーよし。すいません、押してください。押してください。いや賢い。地球って丸いんだなやっぱね。すごい、狙ってたんだとすごい。出てきた。出てきた。よし、終わりましょう。すいません、ありがとうございます。もしもし。タクシー1台お願いしてもいいですか？後ろの席空いてますよね。もう一人とかいないですよね。